赤いから3倍速いのであってピンクじゃダメだからね。菊新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。最近絶好調の水陸両用車ですね。はい、カエルちゃんカエルちゃん ET ブルドッグパグいろいろありますけども、今日はですね、健康診断やっていきたいと思います。エンジンをオーバーホールしてその後どうだったかな、圧縮とかはどうなっているのかなっていうのをちょっと見ていきたいと思います。前測った時は圧縮なかったんだよね。さあどうかな。少しねこう毎日少しずつこうエンジンをかけておりますので、だいぶねこなれてきたんじゃないかなと思います。ゴムを外してと、凝らせ、はい。やっぱ錆びるね。熱持ったり冷めたりするから、やっぱ耐熱塗装で塗ったけど錆びてきちゃうんだな。ある程度しょうがないのかな。はい、それでね、これコンプレッションゲージって言います。エンジンのその圧縮ね、どのぐらい圧縮しているか。圧縮っていうのは空気をこうガソリンエンジンっていうのは空気とガソリンが混ざった空気とね、キャブレターってガソリンと空気を混ぜた空気を作ります。混合気っていうのね。で混合気が、エンジンの中に入るとこうピストンでギューって圧縮して火をつけてバーンって爆発して、その力でまたこう押し戻されるっていうのをこう繰り返すんですけど、このギューって圧縮した力、これが圧縮です。で前みたいにピストンリングが固着してたりとか、あとその劣化してシリンダーに傷がついてるとギューッと圧縮した時、この隙間からねこうピューってこのギューってやった時、この隙間ここからねこうピューって抜けちゃうんだよね、その空気がね。そうすると爆発する力が弱くなって、これを押し戻す力が弱くなるね。でこれがどのぐらいちゃんと密着してこう空気を圧縮しているかっていうのを測っていきたいと思います。で修理前はこの全然この2とかっていうところだったら2とか3とかね、ここら辺だとエンジンがやっぱりかかんない。こうギューって空気を押し込んでもこの隙間からシューシュー抜けちゃうから、エンジンとしての力がこうエンジンとしてねこう爆発した時の力が抜けちゃってこう回れなかったんだよね。それを修理しました、以前にね。ではやっていきます。で圧縮を測る時はこのプラグね、これを外します。このプラグが圧縮した頭についてる感じ、こんな感じ。ちょっとすすげてるね。こっちはどうだ。よいしょ。ちょっとプラグ緩かった。はい、こっちも同じぐらいすすけてますね。まあいいでしょ。濃いとか薄いとかあるのかもしれないけど、まあ低回転で回すからすすけるよね。ここにちょうど合うようになっているこのホースを差し込みます。くる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 でこの機械をつけてと、これでねエンジンをキュン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 って回すと、このゲージが上がってきます。下がってきます。上がってきます。スロットルを全開で固定してセルを回していきます。80ってとこですね。こっち80バー PSI、80PSI。はい、こっちの左側バンクが 80PSI。まあキロに直すと 5.5 キロとかっていうことになりますね。まあ
弱いです。正直弱いです。ただ最初来た時25とかなので5倍ぐらいまでは回復しています。元々がどのぐらいだったかがわからないというのもあります。元々のエンジンがどのぐらいのPSY なのかわからない。自動車のエンジンだと10から15の間ぐらいだと思うんだけど、それよりちょっと低いよねっていう感じですね。元々の新品の状態が果たしていくらなのかは謎です。シリンダーも傷ついてるからね、完璧ってことはないです。動いてることだけが奇跡っていうのもあるから、こっちも見ていきましょう。同じぐらいだったらいいよね。同じぐらいだったらいいよねっていう感じもするよね。はい振動で倒れ、あ、こっちはちょっといいね。80よりちょっとあるね。90ぐらいあるね。と6キロぐらいですね。6キロから 6.5 キロ。まあ同じぐらい。そもそも少ないけど、だいたい同じぐらいで圧縮比出てるから、まあこれなら動くよねっていうことだよね。まあ完璧ではない。完璧がどこにいるのかがわかんないけど、こんな感じでは出てるので、まあ普通に、とりあえず絶好調ではないけど動くからいいかっていうことになります。はい。で、左右の差が少ない。左右の差がまあ若干はあるけど、もう一回測ってみる。ああ、やっぱ同じぐらいだね。やっぱこっちがちょっと、こっちのバンクが圧縮が低いですね。ただまあ近いところにいるんで、比較的どっちかが明らかにオーバーホールが失敗ってことはないよと思われます。大体多分こっちのシリンダーの状態が悪かったのに、でそれに合わせてぐらいなのでこんなもんかなと思いますね。ちょっと掃除をしよう。そうどこがちょっとね、油ぎって。でパリパリ塗装が取れるんだよね。仕上げはお母さん。ずっとね見てくれている方は分かってると思うんですが、この車両はもうインマギが外せないんです。外せないことはないんだが、外すとつかないんです一回外すごとにコーキングをしてやらないといけないんです。今ねいい具合に二次エアを吸ってないので、これはねもう余計なところは外さない。絶妙なバランスでできているので余計なことはしない。本当はバラバラにしてパーツをつけて組み直したら最高なんだけど、バランスが出ているものは崩さない、壊れていないものは直さない、モットーです。で現在のこの赤い塗装は多分ね上からブシャーって吹いたと思う。スプレーで一回エンジン下ろしてんのかもしれないよね。もしくはエンジン違うのかもしれないなって思ってます。よし、ちょっと塗れるところから塗ってってみようか。あ、ちょっと色違うか。一応ね赤っていうことで買ってきたんだけど、なんかピンクっぽいよねかっこ悪いな。ちょっとかっこ悪いか。赤なんだけどね、同じ色だと思うんだけど色違うよねはい、少し乾きましたね。乾いたら少し赤だね。どうしても下の色が透けるのかな。ここ濡らさるのかな。あ、乗るな。なんだっけ、クイックスチール。液体ガスケットにも色乗るね。
ネジに塗ったらかっこ悪いから何回か重ね塗りしたらいいんだよね。最初はピンクっぽいけどきっと赤くなる。インマギ外したらまた終わるんだけど、塗装もし直しなんだけど、赤いから3倍早いのであってピンクじゃダメだからね。はい、塗ってみました。なんかいまいちだよね。なんかいまいちだよね。だったらインマギシルバーだった方がいいかなっていう感じだね。手で塗りました感がすごい見えちゃって、なんかワイルド感もなくなっちゃったから、ちょっとこれは良くないな。はい、というわけで元通りに戻しました。船舶の登録の件どうなっているかな、その後ということなんですが、今ですね、その管轄の岩手県の方の運輸局の方に相談して、これがまず取れるかどうかっていうことと、もしかしたらその私が住んでるところがね、その宮古っていうところじゃなく気仙沼っていうところの管轄の可能性もあるということだったので、そっちもちょっと含めてね調べていただいています。どうしてもちょっと変わった船であって、なか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 こういうものを特殊船として登録する人がいないので、ちょっと運輸局さんの方にもちょっとお手数をかけております。で、時間の方はね、逆に時間かかってもいいのでお願いいたします。ちょっと回答をお願いいたしますという形でやっておりましたので、ちょっと合間にね、ちょっと別の作業とかも、しながらね、ゆっくりと、今後どうしていくかっていうのを考えていきたいと思います。はい。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。